こんにちは、ブースレーナーの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、喉を開いて喉声を治す方法と、その喉を開いた状態で高い声を発声する方法についてお伝えしていきたいと思います。で、新規でボイトレ来てくださる方の、大体9割ぐらいがですね、喉にかかった発声ですね、話し声も歌声もそうなんですけれども、そういった声になってしまっている方が結構多いんですよね。改めてですね、動画でまとめてお伝えしていけたらなと。ポイントはいくつかあるので、いろんな方向からですね、お伝えしていけたらなと思っておりますので、自分のやりやすいやり方で、ぜひトライしていただけたらなと思います。では早速お伝えしていきたいと思います。まず、1番目はですね、もう本当にシンプルです。顎を45度ぐらい上げてですね、口を開いていくっていう方法ですね。肩とか胸はすごくリラックスしていただいて、この顎をですね、45度ぐらい、上げて口を開くだけですね。はい、こんな感じ。これだけで喉開いた状態に実はなってます。で、試しにその状態で、とか、発声してみていただくとわかるんですけれども、本当に通りのいい声が出せるようになるんですよね。で、その比較として元に戻した状態ですね。比較していただくと分かりやすいと思うので、ぜひ、試していただけたらなと思うんですけれども、この状態で歌うだけでも喉開いた状態でのキープしながら歌うことができますので、ぜひ試していただけたらなと思います。で、2つ目なんですけれども、息を吸うときはあくびで吸うということですね。で、これもすごくシンプルだと思うんですけれども、皆さん眠くなった時とか、あくび出ると思うんですよ。シンプルにそれをやっていただければ喉開くんですが、これね、3年前ぐらいに、3年か4年ぐらい前に、喉を開く方法ということで初期の方にアップさせていただいているやつがあるんですけど、それのコメント欄にこれをやったら吐きそうになりましたとか、結構そういったコメントがたくさんあってですね、シンプルすぎたかなと、説明がですね、っていうのがあったので、もうちょっと細かく突っ込んでですね、正確にお伝えしていけたらなと思います。息を吸うときに軽いあくびですねをするときのように喉を開いて吸って、その喉の状態のまま発声するというものですね。この時の注意点としては、もう本当に 100% あくびで息を吸おうとすると、本当リアルなあくびになってしまうんですよね。あとは声がすごいのぶとくなりすぎてしまったりとか、例えばこんな感じで息を吸うんですけれども、でもこれをやりすぎてしまうと、本当お相撲さんみたいな感じの声になってしまいますので、さすがにこれだと歌声としてそのまま使いづらいなっていうところと、声も奥まってしまいやすいんですよね。普通に喋ってる時はこうなのに、喉を開いた瞬間にこんな感じに声が奥まってしまいますので、あんまりこれをやりすぎてしまうとですね、本当にあくびも出ると思いますし、発声的にもあまり良くないかなと思うので、あくまでも声は自然に出していくような形をとっていただけたらなと思います。例えば何も意識してない状態だと、こんな感じで喋っている状態なんですけども、これでしっかり喉を開くと、こんな感じになるんですよね。で、しっかり声は前に出している状態なので、喉を開いていても割と明瞭に聞こえるような形になります。で、これが声まで奥まってしまうと、やっぱりお相撲さんっぽくなっちゃうので、あんまり良くないかなと思います。なので、声はしっかりまっすぐ出した状態で、軽くあくびをするような感じがいいかなと思います。あくびが 100% な状態だとすると、だいたい 50% ぐらいな感じでいいかなと思います。あくまでも声は自然にまっすぐ出すということですね。最初にお伝えした顎の角度を45度ぐらいに上げるっていうのと組み合わせて使っていただいてもいいかなと思います。で、ちなみに歌う時だけ喉を開こうとすると、喉の動きが間に合わなくて、歌に間に合わなくて喉が閉まってしまう、結果的にですね結構あるんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、先ほどお伝えしたように、声を出す前に息を吸う段階からもしっかり喉を開いておくということですね。息を吸う時に喉が開いていると、常に喉の準備が整った状態でそのまま発声するということができるんですよね。なので息を吸う時に軽いあくびをして準備をしてからそのまま発声するというような感じですね。なので歌のブレスの時はもう常に軽いあくびをするような感じで息を吸っていただくとかなり歌いやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。
で、3番ですね。割り箸を奥歯で噛んだ状態で発生するというものですね。1番目にお伝えしたものと2番目にお伝えしたもので、コツがなかなかつかめないという場合もあると思いますので、その場合はもう割り箸を使って、やっていけたらなと思います。使い方はすごい簡単で、こういった割り箸ですね、を、割っていただいて、手で持つ方ですね、ちょっと太くなっている方、こちらをですね、それぞれ左右の奥歯で噛んでいただきたいんですよね。こんな感じ。はい。今これ奥歯で噛んでる状態ですね。はい。この状態で発声するだけですごく通りのいい声が出せるようになるんですよね。要は喉がちゃんと開いている状態で発声できるというような感じになります。例えばやってみますね。あー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 はい、こんな感じになります。動画でどこまで伝わるかわからないんですけれども、実際やっていただくとすごいよくわかるんじゃないかなと思うので、ぜひ試していただけたらなと思います。これなぜ喉が開かれるかっていうことなんですけれども、割り箸をこう噛むことで、強制的にこう喉が開かれるわけですよね。歯閉じれない状態を作ってるわけなので、強制的に歯を閉じさせないようにしているので、自然に喉が開かれると。なので、息とか声の通り道がしっかりこう確保できるからっていうことなんですよね。っていうのが理由の一つ目。で、もう一つはですね、口を開くってこう、例えばこれが口だとしたら、こう口開く時ってこういう動きになるじゃないですか。筋肉が、上に行こうとする力と下顎でしたら下に行く力ですね。こういう動きになるんですけれども、割り箸を噛んでる時ってこっち側の筋肉なんですよね。閉じる筋肉を使うので、開くために使うこう余計な力っていうのが加わりにくいっていうのがもう一つの理由として挙げられるんじゃないかなと思います。で、4つ目、母音の下の位置を整えるっていうことですね。これはあんまり聞き馴染みがないかもしれないんですけれども、例えばこれがベロだとして、これが下の歯ですね。だとしたら、舌がこう上がってしまう、こうやってグーって盛り上がってしまったりとかする方って意外に多くいらっしゃいまして、そうするとですね、声の通り道を当然邪魔してしまって、で、結局喉声になっちゃうんですよね。あくびの喉を作ってるのにもかかわらず、なぜかうまくいかないみたいな、そういったケースなんかもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった場合はですね、このベロの位置がちゃんとしてるのかっていうのはチェックしていただいた方がいいかなと思います。ベロの動きと喉の開きってあんまり関係なさそうに見えるんですけれども、実はすごい関係ありまして、簡単に言うとその声帯ってここにあるんですよね。で、ここにあって声が出るまでこういう動きですよね。声がここで作られて声が外に出るまでってもうこれしか距離がないんですよ。もう本当に距離で言うとこんなもんですよね。はい、この距離の間に何があるかっていうと、喉の筋肉とベロですよねぐらいしかないんですよね。なのでここをうまく使えるかどうかで綺麗に声が出せるかどうかって決まってくるので、ベロの位置ってすごい大事なんですよね。で、特に、一番基本になるのはやっぱアイウェイ母音ですね。母音のベロの位置を整えることで声の通りも良くなったり喉が開かれていったりとかしますので、この各母音のですねベロの位置をお伝えしていけたらなと思いますので、ぜひ一緒にチェックしていけたらなと思います。まずあなんですけれども、あの場合ベロのですね、これもベロだと思ってくださいね。ベロのこの先端、ここがこの下の歯の、ちょうど裏側あたりについてるような状態ですね。歯についてもいいですし、ついてないにしてもちょっとこう、近い状態ですね。もうつくかちょっと離れてもいいんですけども、このあたりたまにこう歯からですね1センチ以上こう離れちゃう人、奥まっちゃう人がいるんですよ。こういう場合は良くないので、やっぱりこう声の通り道を阻害してしまう原因になりやすいんですよね。なので下の先端、先っぽはなるべくこう下の歯のちょうど裏側あたりにつけられるように、していただけたらなと、ここに収めるような感じにしていただけたらなと思います。で、この状態が作られましたら、下の奥からですね、奥から先端にかけてこう滑らかに滑り台のように下がっているような状態ですねが作られると良いかなと思います。で、あともう一つ重要なのが、もうこの時点でもうほぼ大丈夫なんですけれども、この下全体、特に先端の方ですね、この辺りがこの下の歯よりもこう上に浮いちゃう人、こうたまにいるんですけれども、なんかこうみたいな感じの人ですね。これ本当に喉声になってしまうので、ベロは下げるように、これがの位置ですね。鏡を見ながら、やっていただくといいかなと思います。
思います。で、い、母音のあいうえおのいですね。いのベロの位置についてなんですけれども、これもあと同様ですね、このベロの先端がこの歯の、ちょうど裏側あたりにくっつくような感じですね。ここに収まるようにしていただくというところと、あとベロのですね、両脇、ちょうどこれがベロだとしましたら、真ん中あたりですね。真ん中のこの両端あたりが上の歯にくっついているような状態、軽く触れるような感じですねが確認できるといいかなと思います。それだと声の通り道を塞いでいるような感じがするんですけれども、この真ん中の部分はですね、息とか声の通り道になりますので、ここは上顎につかないような状態ですね。これがいのベロの状態になります。で、うに関しては先ほどお伝えしたあのベロの状態とほとんど同じで大丈夫です。ちなみにうとおに関しても全く一緒ですね。口がうとかおとか唇をすぼめるっていう作業はあるんですけれども、基本的にベロの位置とかに関してはあと一緒ですね。ベロの先端をくっつけるとか、滑り台のように滑らかに下がっているような状態とか、それを守っていただいた状態でうとかおとか唇の状態を変えていただければ完成するかなと思います。で、絵に関しては、これもベロの先が下の歯の裏側にくっつく、収まるっていうのは一つあるんですけども、同じようにですね、下の真ん中は発音上ですね、多分絵って盛り上がると思うんですね。で、盛り上がるんですけれども、奥側、こっちの奥側ですね、はなるべく下に下げるように意識してほしいんですね。なのでこういう状態、ここ下がらないとですね、やっぱり声の通り道、息の通り道塞いじゃいますんで、なるべくベロの奥の方は下げるというような感じで思っていただけたらなと思います。ちょっとベロの状態を言語化して口で説明するとですね、なかなかちょっと難しいような感じもすると思うんですけれども、実際やってみると意外にできてるかもしれないんで、一度チェックしていただけたらなと思います。なので舌を基準にしていただくとですね、喉が通りやすくなりますので、喉を開こうとか喉の方ばっかりにフォーカスしているとですね、実はベロが原因だったみたいなこともありますので、やってみてください。で、ちなみに注意点としては、やっぱりそのベロを意識しすぎちゃうとベロに力が入りすぎるっていうねことも起こってしまいやすいので、それもちょっと注意していただけたらなと思います。なるべく力まないようにやってください。で、5番目、子音の発音の後の母音を明瞭にするっていうことですね。これも意外にいらっしゃるんじゃないかなと思います。要するに母音がはっきり聞こえないっていうケースですね。例えばミーシャさんの愛の形を例に挙げると、最初の入りがですね、いつの間にか気づいたんだっていうようなフレーズですねがあると思うんですけれども、これを大げさに言うと、いつの間にか気づいたんだみたいな感じで、したったらずっぽいって言ったらなんか変ですけど、なんか曖昧に聞こえるような場合ですよね。その歌がはっきり聞こえないような感じ。いつの間にか、結構日本人多いと思います。口あまり動かさない文化なんで、発音も明確にならない人って結構多いんですよね。母音をちゃんと言うってことですね。今わざと曖昧に歌ったんですけれども、もうちょっとゆっくりやると、ねのねとか、母音がですよね。ね、なんですけれども、それが、こんな感じで歌ったんですね。本当は、ですよね。はい。なので、母音をしっかり立たせると、いつの間にか気づいたんだ。こんな感じで明瞭になるとかなりはっきり聞こえますし、この方がですね、口が開いてるっていうこともあって声が通りやすいんですよね。で、喉声になりにくいっていうのがありますので、例えば、こういう人ってベロの位置がちゃんとしてるかって言ったら怪しいんですけれども、喉が仮に開けてたとしてもですね、この状態の場合だったら開けてないかもしれないですけど、もし仮に開けてたとしても喉にかかりやすい声になっちゃうんじゃないかなと思いますので、なのでちゃんと母音を明瞭にするっていうのはすごく大事じゃないかなと思います。そもそも母音が苦手な方は先ほどお伝えしたベロの位置ですね、各母音の下の位置を整えて喉を開いた状態をまず作って発声できるようにしていただけたらなと思います。最後ですね、喉を開いた状態で高い声を発声する方法ですね。多分これが一番多い悩みなんじゃないかなと思うんですけれども、高い声で喉が閉まってしまうというものですね。低い声とか、中くらいの声の高さに関しては、楽に出せるにもかかわらず、
高い声になった途端にいきなりこう喉がこう苦しくなっちゃうみたいなね、ことってもうよくあると思うんですよ。これ多分プロの方の中でもたまにいらっしゃるんですよね。高い声になるにつれて喉が閉まってくるっていうのは、人間の生理現象なので、しょうがないといえばしょうがないんですけれども、簡単に言うと高音域に関しては低音域とか中音域に比べて喉を開く力がこうより必要になってくるんですよね。ただでさえこう喉声で悩んでいるのにさらに高音なんてこう綺麗に出せるわけないじゃんみたいな、いうふうに思ってる方いらっしゃると思うんですけども、当然多少の積み重ねは必要になってくると思うんですけども、これ治りますので、安心してください。低音域とか中音域に関しては先ほどお伝えした1番から5番あたりをこう実践していただければ、ほぼ治ると思います。リラックスしている状態でも楽に声が出せると思うんですよね。というかむしろリラックスしてなければこうなかなかこう綺麗に出すことができない音域ではあるので、低音域とか中音域はですね。でも高音域って少し事情が違ってですね、多少やっぱパワーが必要になってくるんですよね。じゃあ何のパワーかっていうと、高音域になるにつれて、喉って閉まってきてしまうんですよね。ということは高音域になるにつれてこう喉を開く力が必要になってくるっていうことなんですよね。喉はこう脱力することが大切ではあるんですけれども、でもそれ厳密に言うと喉を閉める力はもう NG なんですけれども、喉をこう開く力に関してはもう OK なんですよね。というかむしろ必要になってくるんですよね。高音になるにつれてより喉を開いていこうっていう風にしなければ、本当に簡単にこう今まで通りのこう喉声に逆戻りしちゃうんですよ。なので低音域とか中音域はさほどこう頑張らなくても喉を開いた状態で発生することってできるんですけれども、もう高音域に関してはもう意図的に喉を開くように意識しなければ開かないんですよね、なかなか。なので最初の方にお伝えしたこのあくびする力ですね。あくびする時って喉をこう開きますので、その力を自在に操ることができるようになるっていうことがすごく近道になってくるかなと。このあくび力がすごく大事になってきます。じゃあこのあくびする力どうやって鍛えていくかっていうと、動かし慣れてない方もいらっしゃると思うので、もう普段からですねこの筋肉を動かして扱いやすくしていく、ほぐしていくっていう作業が必要になってくるんですよね。眠くなくてもこうあくびの喉を使って喉を開く練習であったりとかっていうのを積み重ねていただくと自在に操れるようになりますので、ぜひ試してみてください。はい、それでは以上です。単に喉を開くっていうだけであればすごい簡単だと思うんですけれども、それをこう歌に生かすってなるとやっぱ実践になりますので、なかなか難しいと思うんですよね。なんでこう良い意味でこう癖づけをしていくっていう必要が出てくるかと思いますので、ぜひですね通る声、高い声をですね綺麗に出せるように習得していただけたらなと願っております。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたらいいねボタンと、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。あと今ですねオンラインレッスンもやってますので、ぜひ興味ある方は概要欄チェックしてみてください。それではご視聴どうもありがとうございました。